すでにゴールド関連の資産を持っている個人のうち、現物と ETF の違いとか、そのリスクをちゃんと説明できる人ってわずか15%しかいないそうなんですよ。いやー、いきなり確信をつくデータですね。これから投資を始めようって人じゃなくて、もうすでに自分のお金を市場に入れている人たちの数字ですよね。そうなんですよ。皆さん、今回の徹底考察へようこそ。今日はですね、このゴールド投資の真実について深掘りしていきたいんですが。はい、よろしくお願いします。それにしても、85% の人が自分が何を持っているかよく分かっていないって驚きですよね。では早速これを紐解いていきましょう。自分のお金を預けているのに自分がどんなリスクにさらされているか曖昧なままって普通に考えたら異常事態じゃないですか。本当にその通りですね。ただこれ、投資家個人の勉強不足っていうよりは、業界の構造自体が真実を見えにくくしているっていうのが大きいんですよ。構造的な問題ですか？だからこそ今日の徹底考察では、巷によくある現物が最強とか、いや、ETF が一番だみたいな、表面的なスペック比較からは抜け出したいなと。なるほど。どっちが儲かるかみたいな話ではなくて。そうです。なぜ情報がこうも歪んでいるのか、その構造を紐解いて、最終的に皆さんが何を目的としてゴールドを持つべきなのかっていう明確な地図をお渡ししたいんです。それはすごく頼もしいですね。いやー、ネットで検索しても現物推しの人と ETF 推しの人で意見が真っ二つで、結局どっちが正解なのかいつも迷子になってしまうんですよね。それは必然というか、売り手柄の、利益構造が根本的に違う土俵にいるからなんですよ。と言いますと？つまり、現物を売る貴金属店と ETF を売る証券会社や銀行ですね。それぞれが自社商品のメリットだけを最大化してアピールするじゃないですか。はいはい。自社に都合の悪いことは言わないってことですね。そうなんですよ。他社と比較された時に不利になるような隠れたコストとかリスクは絶対に積極的には語りませんから。いわゆるポジショントークですね。それぞれが自分の都合のいいメガホンで叫んでるから、私みたいな一般人には全体像が全然見えなくなっちゃうんですね。まさにそういうことです。ただ、私たちがこの議論を今急速にやらなければいけない理由が一つありまして、何でしょうか？マクロな視点で見ると、現在、新興国を中心とした世界中の中央銀行が、ものすごいペースで現物のゴールドを買い集めているんですよ。過去最高水準ってやつですね。特定の通貨、特にドルへの過度な依存から脱却するために、なりふり構わず現物をかき集めているという大きな転換点にいるんです。なるほど。中央銀行、つまり国家レベルが本気で現物を買っていると聞くと、じゃあ私たち個人も迷わず現物を買うべきなんじゃないかってちょっと飛びつきたくなりますよね。そう思う気持ちはすごくよくわかります。でも、現物を手元に置くことには、とてつもなく大きな摩擦、つまりコストが伴うんですよ。ここを皆さん甘く見ていて、コストっていうのは例えば手数料みたいなものですか？はい、まずはスプレッドですね。買い値と売り値の差額のことですが、現物ゴールドのスプレッドのダメージって結構独特でして、独特ですか？金属ショップで買う場合、だいたい 1g あたり150円から200円ぐらいの価格差が最初から設定されているんですよ。150円から200円。それってパーセンテージにするとどれくらいになるんですか？買った瞬間にいきなり 1.5% から 2% のマイナスからスタートする計算になりますね。いきなりマイナス 2% ですか？インデックスファンドとかだと信託報酬で 0.1% の違いを気にしてる今の投資環境からすると、その初期コストってめちゃくちゃ重いじゃないですか。そうなんですよね。さらにそこから保管コストが複利のようにのしかかってくるんですよ。保管コスト。家に置いておくわけにもいかないから。そうです。自宅用に防犯性の高い金庫を買えば、それだけで数万円から数十万円飛びますし、銀行の貸金庫を借りたら、年間2万円から6万円の維持費が延々と発生し続けるんです。うわー、それはきつい。つまり、現物ゴールドって資産を守るために買ったはずなのに、持っているだけで維持費としてどんどんお金が削られていくわけですよね。まさにその通りです。なんていうか、まるで高級車を新車で買って公道に出た瞬間に価値がガクッと下がる上に、高い駐車場代を毎月払い続けるようなものじゃないですか。いや、素晴らしい例えですね。本当にそういう状態になりかねないんです。さらに、いざ売ろうとした時の流動性リスクもありますから。すぐには現金化できないってことですね。ETF ならスモコで数秒で売れますけど、現物の場合は店舗に持ち込んで、重量とか純度の鑑定を受けて、身分証を提示して、
っていうタイムラグがどうしても生じます。これだけ聞くと、やっぱり矛盾を感じるんですよ。だって初期コストは高い。維持費もかかる。売るのにも手間がかかる。はい。それなのになぜ世界中の富裕層とか機関投資家はわざわざ高いコストを払ってまでその現物を買い求めているんですか？コストに一番シビアなはずの彼らがただの見栄でそんな選択をするとは思えないんですけど。ここで非常に興味深いのがですね、まさにそのポイントなんですよ。彼らが現物を買うのは ETF という仕組み自体が構造上絶対に回避できない致命的な弱点を持っているからなんです。致命的な弱点ですか？スマホで数秒で買えて信託報酬も安いのに。ええ。それが発行体リスク。専門用語でいうカウンターパーティーリスクというものです。発行体が破綻するリスクってことですよね。でも、ゴールド ETF ってちゃんと本物の金に裏付けされているんじゃないんですか？実はそこに大きな誤解がありまして、確かに現物に裏付けられた ETF もあるんですけど、ETF というのはあくまで金融機関が発行した金融商品なんですよ。はあ、金融商品。つまり、金そのものではない。はい。皆さんが持っているのは金そのものではなくて、金と同等の価値を要求できる紙の上の権利に過ぎないんです。紙の上の権利。そうです。複雑な保管機関の連鎖の中で成り立っているので、本当に溝有の金融危機が起きたとき、その権利が即座に物理的な金としてあなたの手元に戻ってくる保証はどこにもないんですよ。なるほど。あくまでシステムが正常に動いているという前提での権利でしかないと。いえ、今回の情報源の中に、この違いを完璧に表現した秀逸に例えがありまして、ETF というのは、高級レストランのコート預かり札である。コート預かり札。なるほど。つまり、天気が良くてレストランが平和に営業している間は、重くてかさばるコートを預けておける預かり札。つまり ETF が身軽で一番便利ですよね。確かに。札を持っていれば、いつでもコートと交換できると信じてますからね。でも、もしそのレストラン、つまり金融システム自体が火事になったり、あるいは猛吹雪の屋外に放り出されたりしたとします。はい。その時、あなたは預かり札をいくら強く握りしめて外に逃げ出しても、そのプラスチックの札自体があなたの体を寒さから守ってくれるわけじゃないんですよ。うわー、すごくわかりやすいですね。ETF は平時を快適に過ごすためのツールだけど、本当にシステムが崩壊するような猛吹雪の時には、実際にその重くて煩わしい現物のコートを着ていないと凍え死んでしまうと。ええ。富裕層がわざわざ高い保管コストを払っているのは、まさにその猛吹雪に対する確実な備えなんですよ。これを全体像に結びつけるとですね、はい。人類5000年の歴史の中で、国家が破綻したり、法定通貨がただの紙切れになってしまったことは何度も何度もあります。でも、現物のゴールドが無価値になった瞬間って一度もないんですよ。5000年間、一度も。はい。現物ゴールドの本質というのは、金融システム崩壊に対する究極の保険なんです。つまりこれは何を意味するのでしょうか？私たちは今までスプレッドが何%だとか、信託報酬が安いとか、商品のスペックばかりを気にして比較していましたよね。ええ、そうなりがちです。でも実は見るべきポイントが全く違っていたと。究極の保険が欲しいのか、それとも手軽な運用益が欲しいのかという皆さん自身の目的の違いに目を向けるべきだったんですね。その通りです。目的が明確になれば、現物か ETF かという手段はおのずと決まってくるんです。とはいえですよ。頭では究極の保険だから現物がいいって理解できても、実際に数百万とか数千万円の金塊を自宅のタンスや金庫に入れておくのって、強盗とか空き巣のリスクを考えると全然現実的じゃないと思うんです。ええ、怖いですよね。夜も安心して眠れないじゃないですか。この現物は欲しいけど物理的な保管リスクは取りたくないっていうジレンマ。これはどう解決すればいいんでしょうか？その解決手段として、今非常に合理的なのが、純金積立というスキームなんですよ。純金積み立て。はい。田中貴金属工業とか三菱マテリアルといった専門業者を通じて自分の名義で買い付ける手法ですね。ちょっと待ってください。業者に預けてしまうんだったら、それって結局 ETF と同じカウンターパーティーリスクが発生しませんか？その業者が倒産したら結局道連れになるんじゃ。いや、すごく鋭い指摘ですね。でもそこが ETF とも決定的な違いなんです。信頼できる業者の純金積立の場合、特定保管という法的な枠組みが使われているんですよ。特定保管ですか？はい。これは業者が持っている資産と顧客が買ったゴールドが完全に分離して保管されている状態なんです。
だから万が一、その業者が倒産したとしても、あなたが買い付けたゴールドはあなた自身の財産として確実に保全されていて、手元に戻ってくる仕組みになっているんです。なるほど。ETF みたいな金融システムの複雑な連鎖の中に組み込まれた権利じゃなくて、ちゃんと私自身の所有物として名義が確立されているんですね。そうです。ただ、その物理的な保管を業者の超強固な専用金庫にお願いしているだけということなんです。それはまさにいいとこ取りですね。盗難リスクをゼロにしながら現物の裏付けを持てる。ええ。しかも、月々数千円からドルコスト平均法で自動的に買い進められるので、専門知識がない方から富裕層まで、資産防衛のベースキャンプとして非常に優秀なんですよ。確かに自動積み立てなら高値掴みみたいな感情を挟まずに済みますしね。ただここで一つ腑に落ちない点があるんです。何でしょうか？今回の資料の中で、世界最大の資産運用会社であるブラックロックの CEO、ラリー・フンク氏が、すべてのポートフォリオに 5% から 10% のゴールドを含めるべきだと提唱しているとありましたよね。はい。2024年の株主向けレターでの発言ですね。もし、現物ゴールドが金融システム崩壊から身を守る究極の保険なんだとしたら、なぜたったの 5% から 10% なんですか？船が沈むかもしれないっていう時に自分の体重の 10% しか浮かせられない救命胴衣を渡されても困るじゃないですか。もっとがっつり資産の半分くらいをゴールドに移すべきなんじゃないんですか？いや、それは非常に論理的な疑問だと思います。ただ、ここで絶対に忘れてはならないのが、ゴールドは利息や配当を一切生み出さないという事実なんです。金そのものがビジネスをして利益を稼ぐわけじゃないから。そうです。もし不安だからといって資産の半分をゴールドにしてしまうと、システムが正常に機能している平時の数十年間、皆さんのポートフォリオ全体の成長力、つまり利回りが致命的に低下してしまうんですよ。なるほど。平時の成長機会を逃してしまうと。ラリー・フィンク氏が言っているのは、ゴールドで大儲けするためだけではなくて、株の暴落や深刻なインフレが起きた時に、資産全体が沈むししてしまうのを防ぐための最適なバラスト。つまり船底の重りが 5% から 10% だということなんです。絶妙なラインなんですね。平時の成長を邪魔しすぎず、有事の致命傷は避けるという。皆さんどうですか？あなたの資産ポートフォリオには今この救命胴衣は備え付けられていますか？これ本当に重要ですよね。ただ、今のチャートを見ている多くの投資家が抱いているのが、今から買うのは高値掴みになるんじゃないかという心理的ハードルだと思うんですよ。それは絶対にありますよ。だって世界ゴールド協会のデータを見ても2000年代からずっと右肩上がりで、今はもう歴史的な高値圏にあるじゃないですか。今から飛び乗って直後に急落したらどうしようって怖くて踏み出せない人は多いはずです。確かに。短期的には調整が入って下落する局面も当然はあるでしょうね。しかし、アナリストの分析によれば、今の上昇トレンドは一時的なブームではなくて、構造的なものだと言われているんです。構造的というのは？先ほどお話しした中央銀行のドル離れに加えて、世界的な財政赤字の拡大、そして地政学的なリスクですね。これらは数ヶ月や数年で簡単に解決するような問題ではありません。なるほど。ということは、私たちが直面しているのは、いつ買うかというタイミングの問題ではなくて、短期的な下落リスクよりも、この不確実な時代に現金が下落していくのをヘッジするゴールドを全く持っていないリスクの方が長期的には致命的になるってことですね。まさにそれです。ただ、これはすごく重要な問いを投げかけているんですが、はい。今買わないと乗り遅れるっていう投資家の焦り、いわゆるフォモを利用して、現在極めて悪質な下げが予行していることには、皆さんに強く警告しておかなければなりません。価格が高騰している時こそ、そういう悪徳業者が勝ち気づくタイミングですもんね。はい。消費者庁も繰り返し警告していますが、突然の訪問販売や電話勧誘で、今なら相場より安く買える特別なルートがあるなんて持ちかけてくる業者がいるんですよ。あなただけに教えますよ、みたいな。でも断言しますけど、正規の相場より安く買える魔法のルートなんて、この世に絶対に存在しません。100% 詐欺だと。はい。身を守るための防衛で詐欺に引っかかってしまっては、本当に本末転倒ですから、購入する際は、国が認可している正規のルート、つまり信頼できる貴金属ショップ、大手証券会社、銀行のみを徹底して利用するようにしてください。絶対に変な道のりをしようとしちゃダメってことですね。その通りです。
ここである60代の男性リスナーの方のエピソードをシェアさせてください。どんなお話ですか？彼は過去のバブル崩壊で株と不動産で大きな損失を出して、あの時少しでもゴールドに分散していればって長年ずっと後悔していたそうなんです。それは深いトラウマになりそうですね。でも最近、お孫さんが生まれたことをきっかけに、思い切って月5000円の純金積み立てを始めたんです。その時、彼はこう言ったそうです。遅すぎることはないんですね。行動を起こしたことで30年分の肩の荷が下りた気がします。と。ここからが本当に面白いところなんですが、投資の話をしていると、私たちはどうしても利回りとか手数料といった数字にばかり目が行きがちですよね。そうですね。でも、このエピソードが教えてくれるのは、金額の大小ではなくて、自分と家族を防衛するための具体的なアクションを起こしたという事実そのものが、投資家に計り知れない心理的安心感をもたらすということなんですね。本当にその通りです。金額以上に行動したという事実が大事なんです。この時点まで話を聞いてくださった皆さんは、もうすでに上位 15% の知識を持つ少数派になっていますからね。自信を持って行動していただきたいです。さて、今日の徹底考察もいよいよ終盤ですが、最後に今日の議論のさらに先にあるある視点についてお話ししたいと思います。さらに先ですか？はい。人生の最終局面、つまり相続における現物ゴールドの極めて強力な役割についてです。相続における役割。人が亡くなると、銀行口座や証券口座って金融機関がその事実を知った瞬間に直ちに凍結されるんですよ。はいはい。遺産分割の協議が終わるまで家族が勝手にお金を引き出せなくなるっていうあれですよね。数ヶ月かかったりするって聞きます。その間、残された遺族は葬儀費用とか当面の日々の生活費さえ公明できなくて、ものすごく大きな経済的ストレスを抱えることが少なくないんです。そうか、口座にお金はあるのに下ろせない状態になるわけですね。でも、手元にある現物のゴールドや一部の純金積み立ての引き出し分には、口座凍結という概念そのものが存在しないんですよ。なるほど。そうです。金融システムから物理的に完全に切り離されているからこそ、残された家族がすぐに換金して、当座の生活を守るための資金、つまり即効性のある命などして使うことができるんです。それは衝撃的ですね。ゴールドって自分が生きている間のインフレ対策や利益のためだけじゃなくて、自分がこの世を去った直後、一番無防備で混乱している状態の愛する家族を守り抜くための究極の盾にもなるんですね。世界の富裕層が何世代にもわたって現物を受け継いできたのは単に儲かるからじゃないんですよ。5000年間変わらず大切な人の命と生活を守り抜く本質を理解しているからなんです。いやー、今日の話を通してバラバラだった情報が一本の太い線につながりましたね。単なる金融商品を超えた家族へのセーフティーネットの価値。はい。最後にこれを聞いているあなたに問いかけたいと思います。あなたが資産防衛を通じて本当に守りたいものは何ですか？そしてあなたのその保険はあなた自身の寿命が尽きた後も本当に大切な人を守り続けることができる設計になっているでしょうか？ぜひこの機会に考えてみていただきたいですね。もし今後商品のスペックや利回りの比較に迷いそうになった時は、ぜひ今日手に入れたこの明確な地図を思い出してください。それでは今回の徹底考察はこの辺で、また次回お会いしましょう。